スタッフが車をきれいに使ってくれません。ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの、世界最先端、世界のトップブリーダーたちが使っているボールパイソンの、部屋ですね、ご紹介したいと思います。車もね、部屋みたいなもんだと思うんですけどね、うちのスタッフは斬新な方が多いので部屋も汚ねえんだろうなと思ったりもします。部屋は綺麗がいいですね。ボールパイソンというヘビはですね、いろんな飼育に適した部屋があるんですけど、とっても多いのがこのダイソーのシューズボックスを部屋にされてる方が結構慣れてきた方というか、中級者以上というか、たくさん買われてる方はこういうのを使われてる方が多いかなと思います。ラックみたいになってて、そこにボールパイソンがいて、こんな感じで引き出し式で飼育される方がすごい多いんじゃないかなと思います。ダイソーのね、シューズボックスってやつです。ただそうすると結構見えないし、見た目がもう完全にメンテナンスの機能性特化型になってたりするので、ボールパイソン初めて買いましたっていう方とか、いつも見ていたい、ボールパイソンを見ていればお米3杯食べれる、この美しい姿をいつも見ていたいという方は、こういう飼育ケージ、アクリル製のレプタイルボックスと呼ばれるものを使われる方が多いんじゃないかなと思います。これうちでオリジナルで作ってるレプタイルボックスなんですけど、透明だから見やすいし、空気穴も開いていると。でここにマグネットがついているので、ちょっと開けようとして逃走するっていうのもできない。ここで床材って言われる、ヤシ殻だったり、そういう植物性のものだったり、ペットシーツだったりを敷いて、こうやって水を入れて飼うっていうのがボールパイソンを飼い始めた方に多いボールパイソンのお部屋なんじゃないかなと思います。でじゃあ世界のトップブリーダーたちはどういうのを使っているの、みんなこういうので飼ってんので、ダイソーってアメリカにないよね、じゃあ何で飼ってんのっていうと、こちらですね。これは ARS という会社が作っているスネークラックのタブです。使い方としてはこのダイソーのシューズボックスと一緒なんですけど、こんな感じで、これにボールパイソンを入れてそのまま買うんじゃなくて、やっぱりラック式になってて、ラックにこうやって入れるわけですよ。シャコッと。で引き出し式で出してメンテナンスをしたり、ボールパイソンのね、床材を変えたり、餌をあげたり、水を変えたりっていうのをね、メンテナンスっていうんですね。メンテって言ったり、ちょっと機械的な印象もあるかもしれないですけど、お世話していくわけです。これがね、秀逸。普通に飼うと水入れとかっていうのが別途用意しなきゃいけないんですね。こんな感じでボールパイソンって水に浸かるのが好きだったりするので、飲み水として入れてるんですけど、入ると言ってこの中に入ろうとしてガーンってひっくり返したりするわけです。でもこういうふうに備え付け、作り付けになってるとひっくり返したりできないわけです。これちょっと日本製のカップじゃないのでサイズが少し小さいですけど、ぴったりのカップをパコッと入れてひっくり返せないようにする、水を飲むだけにする。これがね、めっちゃ便利です。で、よくできてるなと思うのは、ひっくり返してみると穴開いてるでしょ。だから作る時にグッと押し出してこの形を作るんですけど、そうするとね、重ねられるんですね。バーッとこのへこみがないと、重ねた時にここの部分高くなっちゃって管理しにくいんですけど、このへこみがあることによってぴっちり重ねることができるようになる。もうね、すごいですね。これ日本では普通に売ってるところがなくて、もう輸入をするしかないという現状です。最近中国でもこういうタイプが中国の工場でも直接買うことができるようになってきていますけれども、基本的にはアメリカのメーカーから買う感じになります。有名なところで ARS っていう会社と、あとは最近フリーダムブリーダーっていう会社があるんですけど、みんな大体このサイズ、この形、そしてグレーだと汚れが目立たないですからね。黒の方がかっこいいなと思ったりもしますが、黒汚れめっちゃ目立つので、こういうのが何千と並んでるわけですね。この間アメリカに行っていろいろトップブリーダーのところに行って見てきたんですけど、大小さまざまなこういうものがですね、何千と並んでいて、ボールパイソン天国みたいになってます。まるでもうね、背がすごい高いので、それがもうドーンとガーッと並んでるので、サーバールームみたいな Google 本社みたいになっていました。世界の最先端ではこういう専用のスネークラック、スネークタブを使ってボールパイソンの飼育がされています。これももう本当に中身を見ることができないので、ボールパイソンをペットスネークとして飼われている方はこういう中の見えるもので買うのがいいんじゃないかなと思います。皆さんはどんな風にボールパイソンを飼育していますか？また飼育したいですか？メンテナンス性重視、あるいは視認性重視、
いろんな飼い方があると思いますけれども、それぞれのボールパイソンとの生活を楽しんでいただければと思います。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの飼育タブ、飼育ケージ、世界の最先端ではどういうものを使っているかっていうのをご紹介しました。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のお試しサービスを行っております。ご希望の方はラット公式 LINE からお試しラット希望とメッセージをください。